こんにちは。またお会いできてとっても嬉しいです。今回は布花のこの抜き弁。これが抜き弁ですね。こういう、抜き弁を使って簡単に作れる忘れなぐさを作っていきます。これね、作ってるとすっごく楽しいんですよ。こんな感じで小さな小さなお花です。で YouTube を始めてからいただくメッセージで一番多かったのが、お花を作ってみたいけどできるだろうか、フラワーコテをね買ってもできなかったらどうしよう、でコテがね入っているもののハンドメイドキットの販売はありませんかっていう、ご連絡が多くって、そこで簡単にできてなおかつ、ときめいていただけるものって考えました。で小さな花冠のガーランドをね作っていくことにしました。花冠の一つ目のお花が、こちらの忘れなぐさです。はい、コテで押して作っていくのでとても楽しいです。布花にはねこういう初めから花形を抜いた抜き弁、切り弁があるんですよ。これもねビロードだったり薄絹だったりいろんな生地で、販売しています。お花から葉っぱまでいろいろとあります。今ね製造販売してないものがあるんですけど、ちょっと残念なんだけどね。はい、では、忘れなぐさをやっていきましょう。小手先のご紹介していきますね。この3つが忘れなぐさ御殿になります。で少しずつねちょっと微妙にね形が違います。でこれが、ねじ込み式の方の小手先なんですけど、ねじ込み式のコテってこういう風にネジで巻き巻きしてつける感じですね。少し旧式になります。でこちらが差し込み式のコテですね。こう刺してねここでネジを止めて固定して使っていきます。でこちらの小手先ですね、こっちの差し込み式の方にこれを買っていただくと、これでねじ込み式も使えます。なので新しくコテをご購入されるんだったら、こっちの差し込み式のコテ、これを買われた方がいいかなと思います。はい、でこの小手先がライラックですね。ライラックができます。でこれが桜ですね。桜ができます。多分ねこれとこれとこれが製造販売がもう中止になってると思うんですよね。でこれなんかすごく便利がよくって、コテを当てたら真ん中に穴を開けてくれて、もう穴開けながら形ができていくという優れものなんですけど、ちょっとこれがねなかなかもうないので中止になってるかなと思います。残念なんですけど、で今日は今から忘れなぐさはこの2つを使ってやっていきます。はい、今回2種類の忘れなぐさを作っていきます。
こちらとひっついちゃってるのよね。こちらとこちら2種類ですね。見えるかな。でこちらが薄絹の忘れな中です。こちらがシールの忘れなです。中って大中小の中ですね。中の大きさの忘れなの抜き弁を使いました。で薄絹の方からこちらのコテでやっていきますね。はい。ちょっと失礼。でしっかりここ花びらにこの先を合わせてでこう押します。で離します。でね、もうこれでできちゃうんでこんな感じ。ちょっとね薄絹の場合生地が薄いので熱々のコテだったらちょっと焦げちゃったりすることがあるんですよ。でも私すごいこの焦げが好きでねアンティーク感が出るんですよね、ちょっと焦げてたら。なので少しの焦げ、あと葉っぱとかもね端の方ちょっと焦がしたりしたらどういうのちょっと枯れ感とか虫食い感があってすごくいい味が出るんですよ。でもあまりにも熱々の場合はちょっとね冷まします。でもこれでできちゃう。なので次々作っていってください。こういう感じで。でねどんどんやってったら真ん中にこれ穴を開けてテープを通す。すると忘れな草の出来上がりなんですよ。かわいいですよね。で今回はこちらの忘れな草の方にペップも少し染めてます。ちょっと茶色っぽくね。はい。でペップを半分にしていただいてこれ一本一本切るんじゃなくてまとめて切ってくださいね。でこの真ん中にペップを通してわおわお。そして海苔をここにつけてこれで忘れな草の出来上がり。これがねもう楽しくてしょうがない。こんなことしてたらね。こんな感じでこちらの忘れな草は作っていきます。もうなんかねなんだろうコンペイトーみたいな感じなのかな。すっごいかわいいよね。もうこれを束ねてねちょっとワイヤーを添えて薄絹で巻いて葉っぱをつけたら
ちょっとこうお人形に飾ったり、それとかねお友達にプレゼントとかする時にちょっとこういうラッピングの時にねこういう布花をちょっと添えたら可愛いと思います。はい、今日は、花冠を作っていくので葉っぱはつけず忘れな草はこれで完了です。ではもう一つのを作っていきますね。はい、ではシールの方ですねやっていきます。もうねここに並べちゃう。ちょっと穴が開いてもいいコテ台の方を持ってきました。ではシールの方の忘れな草をやっていきます。はい、小手先は穴を開けてくれるという同時に穴を開けてくれるこちら忘れな草の小手先を使っていきますね。で花の花びらの形に合わせて押せばいいだけ。はい、でもこれでもうまたコンペイトーちゃんが出来上がります。もうここのコテに花びらを置いておいて押せばできるという。押せばできるね。押せばできるという。これネットフリックス見ながらでもできちゃうという。はい、こんな感じでほんとなんかねコンペイトーみたい。かわいい。はい、こんな感じで出来上がりました。でこのもうちゃんとね穴が開いてるでしょう。ほんとねこの穴もう開けてくれる小手先ね製造中止にならないでほしいよね。でこちらの方はこのすだまペップを真ん中に入れてみました。ね、さっきのはこちらがちょっと違うのよね。これがミモザペップの一番ちっちゃいの。こちらが、すだまペップの、これが小。もっとちっちゃいのもあるんです。これをのりはねしっかりつく硬い方ののりでこれで出来上がり。かわいいよね。はい、こんな感じです。